KE ジェトロニックシステムを搭載している190にはエンジンコンピューターが搭載されています。エンジンルーム内のイグナイターの隣にある X11 端子にテスターをつけることでコンピューターが異常が起きていると考えている場合にはエラーコードが出力されています。X11 端子には数字が振られている端子が円周上に配置されています。空燃費とエラーコードを調べる場合には2番端子にテスターのマイナスを接続、3番端子にプラスを接続します。この時表示される直流電圧の値を VP3 と呼びます。計算するために2番端子にマイナス、6番端子にプラスを接続して VP6 も測っておきます。VP6 はエンジンコンピューターが認識している電圧値になります。VP6 はほとんど変化しません。VP3 の正常値はおよそ 6.5 から 7.5V の間で数値が往復を繰り返します。VP6 の正常値は 13.5 から 14.5V です。こちらは一定の数値でほとんど変化しません。それでは正常だった時の VP3 の値の変化を見てみましょう。では、現在の VP3 の値を見てみます。値にほとんど動きがなく、11.3V 付近で固定してしまっています。回転数を上げると VP3 の値は変化します。VP3 の値は振幅の動きがある状態では O2 センサーの情報が出ています。もう一つの機能として固定値を出してエラーコードを表示する機能になっています。これは非常に紛らわしい仕組みです。どう考えても別々に分けて出力するような仕組みにしておくべきでしょう。空燃費表示の機能についてはすでに他の動画を掲載していますので今回は省きます。VP3 がほぼ 11.3V で固定値になったということは2つ考える必要があります。あまりに数値が高すぎるために空燃費表示として上限に達してしまって振幅が表示しきれなくなっている場合、またはリードアウトレシオで示す異常エラーコード 20% を示す場合を考えました。リードアウトレシオの計算はこの式で求められます。20% を振り切れた空燃費表示とした場合、非常に燃料が濃い状態ということになります。スパークプラグの少なくとも一つは真っ黒にくすんでいるはずです。私はプラグを調べました。燃焼状態に異常はありませんでした。VP3 値をエラーコードとして考えると 20% はスロットルバルブセンサー異常関係ということになります。スロットルバルブセンサーの点検は S29/2×1 という中継コネクターで点検できます。この車は新車から一度もスロットルバルブボディの交換はしていないので、壊れてしまった可能性は十分に考えられます。コネクター端子には1から3まで番号が振られています。端子2と3にテスターを接続し、抵抗値を測定します。イグニッションはオフの状態で、アクセルオフでは無限抵抗値が正常値となります。この車両では正常でした。スロットルバルブを開いていき、最大回路になった時に通電して1オーム以下になれば正常値です。この車両では正常でした。
次は端子1と2にテスターを接続して抵抗値を測定します。スロットルオフの状態で抵抗値が1オーム以下、アクセルを踏み、わずかにスロットルバルブが開き始めたら、無限抵抗値を示すのが正常です。スロットルオフでは 0.3 オームなので正常でした。スロットルバルブが開き始めると、抵抗値は無限、または18メガオームを示しました。おそらく、これで正常でしょう。スロットルバルブセンサーには問題はなさそうです。あとは中継端子からコンピューターまでの配線に問題がないかを調べる必要があります。コンピューター側のコネクター端子の該当する場所を調べておきました。しかし、現実問題、もし配線に異常があったとしても、ハーネス部品供給は供給終了となっており、引き直しは非常に難しい修理になってしまいます。また、O2 センサーがおかしい可能性も考えられると思いました。続きは後日調べようと思います。